の特集ですけども、滝谷美優さんです。よろしくお願いします。今回は世界中から観光客がやってくる世界遺産知床を旅してきました。今回の目的はこの時期ならでは流氷の上を歩く流氷ウォーク、はい、こちらですね。やってみたいんだよな、だったんですが、ピカイチ史上最大の試練が待っていました。やってきました、知床。私にとって初めての知床なんです。この時期知床といえばじゃん、流氷なんですが、まだちょっと遠いですね。今年は遅かったからね。流氷待ってるぞ。今年は知床が世界自然遺産に登録されて20周年アニバーサリーイヤーなんです。ところが流氷の接岸が記録的に遅いという思わぬ事態に、旅は3日間流氷を待ちながら秘境知床を旅します。うわー、すごい。断崖絶壁に広がる絶景、圧巻の大パノラマ。すごい。そして SNS で話題のイケメン漁師さんが登場。五感を刺激する知床の新名物とは一体？うわー、窓が大きい。さらに今年日本一に輝いた癒しスポットも大公開。滝谷美優のどさんこ世界一旅。さあ、続々と皆さんこっちに来てますね。私もこのスノーシューを履いて向こう側にピカイチの景色があるみたいなんで行ってきます。まずは流氷ウォークの前に雪の上をウォーキングします。スタート地点は知床自然センターのすぐ横。片道20分ほどで気軽に絶景スポットにたどり着けるんです。これだけ本当に自然が豊かだったらいろんな動物に会えそうですけど、まだ未知の動物とは遭遇できてないです。未知の動物ですか、ユーマ今のところカラスぐらいしか運が良ければモモンガに出会えるそうなんです。今のところ動物の痕跡は見当たりませんが、いや、これ一回やってみたいな。ふわふわの雪へダイビング。私滝谷美優の痕跡を知床にしれっと残しておきました。お若いのにそういうことをおっしゃる、ね、お翼みたいなの。すると鹿の群れがいます。どいっぱいいる。本当ですね。こっちだよ。北の国でたくましく生きるエゾシカ。ついついあれを口ずさんでしまいました。まさか。ちょっと見てくれてる。こっちだよ、鹿さん。どういう気持ちでやったの？よかったです。突っ込んでもらえないかと思って滑ったかと思いました。歩くこと20分。うわー、すごい。うわー、流氷だ。来た。だいぶ近くまで。こんな風に押し寄せてくるんですね。雪の道みたいになってますよ。はい、この距離感で流氷を見るのは生まれて初めてでした。さらに、うわー、すごい。わー、迫力。滝がありました。ちょっとだけ水が流れてますが凍ってますね。滝ってこんなにかっこいいんですね。すごい。うわー、綺麗。滝を滝谷が見るっていうね。はい、お上手ですね。ありがとうございます。私が悪いんですよね。こちらは高さおよそ100メートルの断崖から流れ落ちるフレペの滝です。その水源は川ではなく山々から染み出した地下水なんだそうです。滝が凍っちゃうってのはすごいよね。
色ですね。さてこの流氷が育む豊かな海で水揚げ量日本一が斜里町の鮭ですよね。そんな知床ブランド、ある人が SNS で話題になっていたんです。さあウトロのシンボルゴジラ岩の目の前にあります美味しい海の幸を食べられる場所にやってきました。こんにちは、失礼します、お邪魔します。あ、すごい素敵な、こんにちは。このお店の店主の方ですか？そうです。マルコと言います。よろしくお願いします。マルコさん、なんか LDHK にいそうな素敵な男前の。ありがとうございます。サラッサラヘアが爽やかな地元の鮭漁師マルコ美月さんです。漁師さんなんだ。はい、厳選した鮭を加工から販売まで全て手掛ける若き社長。ご覧いただきたいのはこちらです。実はマルコさんが踊る TikTok がイケメン鮭漁師として再生回数が爆上がり。ファッション誌メンズノンノに乗るほどの男前。金子さん、いかがですか？だから筋肉もねすごいですし、会えるんですか？行けば会えますよ。行けばね。はい。会ってくればいいじゃない。恥ずかしくなってきちゃった。マルコさんは知床の鮭を全国の人に知ってもらいたい、そして街をもっと元気にしたいという思いで SNS を発信。ハートも男前なんです。そういう方の心意気って嬉しいよね。そんなマルコさんが手掛けるピカイチなメニューにもしびれました。はすごいですね、これ。ありがとうございます。もうキラッキラ光ってますね。私鮭とイクラ大好きなんです。ありがとうございます。もうこんなのたまらない。美味しそう。ラオスの昆布醤油とお酒だけで味付けした鮭のルイベ、きらめく宝石のようなイクラ、お味噌汁と小鉢がセットになった鮭とイクラの知床漬け丼です。普段漁師さんが食べている本場の味を追求しています。ありがとうございます。うわ、とろける。口に入れた瞬間に鮭とイクラのまろやかさというかクリーミーさみたいなものが口の中にぶわっと広がって、口の中が今海鮮の美味しい膜が張ったみたいにすごく幸せな口の中になってます。鮭の漁獲量が日本一の町ということで、いい鮭だけを船の上で選んだりとかもできますんで、はい、鮭では負けないですね。また奥にある白い急須にご注目。鍋壊しと言われるくらい旨味のあふれるカシカの出汁でお茶漬けにします。カジカの出汁で鮭をいただくって。はい、こちら相性も抜群でした。お待たせしました。なんかすごいの来ましたよこれ。これは何のお魚ですか？炙りブリ丼になります。炙りブリ丼。ブリがブリブリです。はい、もう福永さんイズムですね。これは受け継ぎま私のした。せいにしないでくださいよ。秋の知床では鮭の定置網に大量のブリがかかるんだそうです。この脂の輝き、惜しげもなくなんと 230g も盛り付けます。そしてファイヤーすることで脂の旨味を際立たせます。口の中を包み込む優しい甘みと芳醇な風味、本州の寒ブリに勝るとも劣らない味わい、まさにブリブリでした。まだ言うか。この町は鮭がめちゃめちゃ取れるんですけど、それ以外の漁業があんまり発展してないので、北海道で取れるブリも冷たい海なので脂が乗っててすごい美味しいので、みんなに食べていただきたいなっていうことで始めたんですよね。日本一の鮭と並ぶ新たな知床ブランドとして期待です。そんな知床の海の幸を求めて海外からたくさんのお客さんが。 Where are you from? We are from Indonesia. インドネシア。わあ。うまいです。あ、うまいです。わあ、美味しいですよね。Where are you from? I'm from Singapore. シンガポール。Very good, very good.
Where are you from? 親ある車しか聞かない。日本語お上手ですね。英語力が喋られるんですね。少しだけ話します。いろんな景色を見たくて、いろんな体験を。流氷見ましょう一緒に。楽しみに。Where are you from? またフェアある車。オーストラリア。流氷を見に来たんですか？ドリフトアイス？ Yes, the drift ice. And そうなんですね。この後流氷見れるように祈っておきましょう。私も見れるように祈っとくんで。 yes, yes. That would be good. Thank you ありがとうございます。ありがとうございましたありがとうございます。リフトアイス。はい流氷を待つ皆さんに代わって何やってんですか？何やってんですか？こちら流氷を引き寄せています。そういうことだったんですね。さあ旅は残すところあと2日。次に向かったのは今年日本一に輝いたあるものがこちらのホテルにあるんです。何でしょうか？行ってみましょう。北拳知床です。いかがですか？このオーシャンビュー。もうなんかインフィニティって感じしないよ。そうですね、広がってますね。はい、こちらお風呂も素晴らしいんですが、はい実はこちらのサウナが今年日本一に輝いたんです。さあ、うねうなどういうことなんでしょうか。行きましょう。もうあったかい。うわー、窓が大きい。すごい。そしてサウナの曲線美っていうんですかね。これがうねうなのうねなんでしょうか。この木の柔らかさと曲線美がすごく素敵ですね。うわなんか酔っ払ってる時こういう風に見えたりしますよねこれね。すごい浸っちゃいました。作りがうねうねしたサウナなのでうねうなということで、今年ジャランが発表した行ってみたい絶景サウナランキングでなんと全国1位に。こちらは流氷が来た時の景色です。世界遺産が目の前にあります。それはサウナで流氷見ることなんて普通できないですからね。景色ですもん。ほのかなヒノキの香りとオホーツクの大海原、宿泊した方だけが利用できる特別な空間です。さて旅は2日目、流氷ウォーク、読んでる。はい、微妙になってきましたが、そう都合よくは来てくんないからね。さあ、木とそして天井の形が特徴的な道の駅にやってきました。街の一番を知るには道の駅、詳しい方がいるでしょうということで聞いていきます。こんにちは。この知床の街で何か一番なものありますか？鹿ジャーキー、エゾ鹿ジャーキーになります。鹿ジャーキー、これが道の駅のはい、おすす一番。めです。一番です。美味しそう。独自のスパイスとタレに漬け込み遠赤外線で焼き上げています。ジャーキーというと硬いイメージがありますが、こちらは柔らかいんです。この時期の知床の一番といえば何ですか？やはり流氷ですね。流氷ですよね。そうですね。はい。ありますよ。あるんですか？はい。うちの流氷が。うちの流氷が。道の駅に接岸したうちの流氷、流氷のような北海道ソフトクリーム、下には青く輝く知床ブルーのサイダー。もちろん美味しかったんですが、最大の目的は流氷サイダーではなく流氷ウォーク。取れ高的にも心配ですよね。流氷をちょっとお届けしたいので、無理だったら飛び込みますか？いよいよ追い込まれてしまいました。残すはあと1日、流氷ウォークをするにはかなり厳しい状況です。果たして流氷は接岸するんでしょうか。運命の最終日、流氷ウォークの集合場所ウトロの海岸へ向かいます。天気も見た感じ結構真っ白い雪景色の世界なので不安があるんですけど、やっぱりどうしても流氷近くで見たいですね。ぜひね、まあ無理かな。するともしもし、はい、おはようございます。はい。
武さん、今ガイドさんからはい電話がありまして、はい残念ながら流氷ウォークがはいできます。本当ですか？すごい。本当ですか？本当です。だって絶対ダメな雰囲気出してたじゃないですか、電話で。できるんですね。できます。よかったちょっと阿部ディレクター一回話をしよう。一回話をしようじゃない。はい、ディレクターさんの演技にまんまと騙されてしまいましたが、はいこちらご覧ください。強い北風が吹いたことでたった一晩で接岸したんですだって前の日全然こんな状態じゃなかったじゃん。持そうなんです。ごい持ってる去年と比べると20日も遅い流氷接岸です。ってるね。流氷ウォークです。こんなことあるんだ。今回ガイドしていただく菊池さんです。よろしくお願いします。できるかどうか本当に最後の最後までドキドキしてたんですが、今日は本当に開催できるんですよね。ご覧の通り。よかったです。今日が知床で初の流氷ウォークということですか。はい持ってますね。持ってますね。よかったです。持ってました。これで取れ高の心配がありません。いざ出発です。やったことないでしはい、やったことないです。すごい。流氷だ。ょ。いいやってみたい。浮いてる氷の上を結構ズボッといきそうですね。これはすごい。なんか月の上を歩いてるかのような、月近くで見たことないですけど、すごい。私もそうですねとは言えなかったです。いないですけどね。氷の上を歩くというよりは流氷をかき分けながら歩くといった感じ。これも接岸初日の貴重な体験です。では行きます。せーの、入った。せーの、入った。せーの、入った。はい、来たー。でも沈んでいく。もう行きました。やったー。イエーイ、着陸成功しました。せーの。そして他にもこんな楽しみ方もできました。行けました。これをつけて海の中を覗きます。もしかしたらクリオネがいるかもしれないらしいです。そんな見えるんですか、肉眼で。行きます。どうしました？大丈夫ですか？水が入ってきちゃった。溺れました。なんか溺れました。気をつけてくださいよ。本当に。この後試してみると、海の底には知床の豊かな海を育む海藻、そして左上ご注目ください。金子さんじゃなくて。私じゃないですよ。何やらオレンジ色の物体、おそらく流氷の使者クリオネだと思われます。おそらくなんですか。はい、でもきっとそうだと思って福います。永メモよりひどくないですか。さらに流氷のベッド、気分はもう白熊です。いいな。こんにちは。お二人は今日どこからいらっしゃったんですか。鹿児島から来ました。鹿児島。冬の北海道どうですか。寒いです。寒いですよね。こんな距離での会話ってないですよね。なんと新婚旅行で知床に来ていたそうなんです。知床流氷ウォーク、じゃーん。流氷の世界です。流氷に囲まれてます。幸せ。流氷ウォーク最高。流氷ウォークは3月中旬ぐらいまで楽しめるそうです。いかがでしたか？私は流氷砕氷船に乗って見たことはあるんですけど、上に降り立ったことは金子さんない。私ないです。いやいいですね。本当に念願の流氷ウォーク、最終日帰る直前ギリギリにできたので、出ますね。いやよかったです。こんなドボーンとね、これガクトさんだったら絶対やんないですよね。もうこの知床、冬の知床ならではの体験できました。知床といえば自然豊かなので、冬以外でもいろんな季節によって楽しみ方あると思いますので、また行きたいなと思いました。冬の厳しい寒さだからこそこういうことも楽しめるということですもんね。滝谷さんに伝えてもらいました。